皆さんこんにちは。のりこチャンネルへようこそ。イエーイ。Behind the Stage のりこチャンネル Let's go。 今回は私の行っていたシードザルツブルクエクスペリメンタルアカデミー・オブ・ダンスについて、お話ししたいと思います。この学校は結構日本でも有名なんじゃないでしょうか。シードはすごくフリーな学校だと思います。自分のやりたいことを結構できる学校だと思います。すごく昔のことなんですが私が行っていたシードについて少しでもお話できたらと思います。ではレッツゴー。シードはオーストリアのザルツブルグっていうところにあります。ザルツブルグは多分サウンド・オブ・ミュージックでも知られているので多くの方が知っているんではないでしょうか。私は1年そこに住んでいたんですけれども、すごく素晴らしい街です。もう山、川、自然がたくさんで、もう少し長く住んでたかったなっていう街になります。素晴らしいところです。空気も美味しいし、冬は寒いんですけど、私は4年生に編入した形になります。というのも本当はボディプロジェクトっていう、強いて言うのはジュニアカンパニーみたいなのに入りたかったんですけど、オーディションであなたの英語の能力がまだそこまでいかないと、なので学校の方がいいんじゃないかみたいな風に言われて、その4年生最後の年に編入する形になりました。それは置いといて後で説明するので、最初シードがどんな学校なのかをご説明したいと思います。シードは大きく2つに分かれてて、アンダーグラジュエイトは、学士課程が取れる4年生のコース、それとポストグラジュエイトっていう大学院の資格が取れる、1年間のコースがあります。まずアンダーグラジュエイト学士課程のコースについて説明していきたいと思います。このコースは、私がいたんですけれども、1、2年生が一つのブロックとして考えられていて、基礎を学ぶ課程になります。で3年生4年生は発展したプロフェッショナルに近づけるようなプログラムがあります。学士課程の1年間の構成の仕方としては、4から6週間が1つのパックとして1セットになって、それが6セットで1年間っていうふうに考えられていて、その1セットずつ、6セットあるんですけど、だから6回違うゲストの振付家や講師の方が来てくれるんですね。もしかしたら少しずつ変わってきてるかもしれないです。そう、専属の先生はいます。でもこの学士課程の、コースは最後に振付家か、パフォーマンスの、学士がもらえます。クラスの内容としては、毎日クラシックバレエとコンテンポラリーのクラスも絶対あります。でヨガが時々あります。これは学士課程なので座学があります。解剖学とか、あとダンスの歴史についての座学もたまにあります。授業枠外に、ワークショップがあったりとか、あと創作の時間、ゲストの人が来て振り付けをする時間、あとインプロビゼーションだったりとかコンタクトワークの時間とか、さまざまなことができるようなプログラムがしっかりと組まれています。そうさっきも言ったんですけど、1、2年生はもうちょっと基礎なので、作品作りっていうよりももうちょっとテクニックを学ぶ方に重視されていて、で3、4年生になるともう少しパフォーマンスする機会が増えてきます。エクスチェンジプログラムもあるんですね。でいろんな学校と提供してるんですけど、ニューヨークの大学、芸術大学、一つの芸術大学と、毎年6ヶ月間の交換留学があります。なのでもしもそのシードに行ってて、私ニューヨークで勉強してみたいっていう希望者がいたら、何人かがニューヨークに行って勉強する機会があります。なのでニューヨークの学生もシードに来たりして
だから結構ニューヨークの学生とのコンタクトもできます。大学院の方、ポストグラジュエイトの方は、2つ種類があります。1つが振付家をもっと中心的にやりたいコースで、2つ目がパフォーマンスをもっと集中的にやりたい、そうだからダンサーになりたい人とかがやる、コースになります。パフォーマンスのコースの名前が一応ボディプロジェクトって言われていて、簡単に言うとなんかジュニアカンパニーみたいな、学校に専属されている、カンパニーで1年に3人違う振付家が来て作品を作って、ザルツブルグはもちろんヨーロッパ中をツアーして公演をするっていうプログラムになります。専門的な分野に分かれたことができるプログラムになっています。さっき話したんで、3、4年生はパフォーマンスが増える機会が多いって言ったんですけど、3年生にもらえるチャンスとしては、一応そのポストグラジュエイトで振付家になりたい、プログラムの人が3年生向けに1つ作品を作ります。なのでその大きい、1つ公演があって、でたまにボディプロジェクトなんですけど、振付家によってもうちょっと人数が欲しいなっていう振付家もいるので、そういう場合には3年生4年生にもチャンスがあってオープンオーディションがあるので、それに受かればボディプロジェクトのメンバーとして、学業もやりながら作品のリハーサルをして公演をするっていう2つの機会がもらえるので、すごくいい経験だと思います。学校内では確か月1回ショーケースみたいなのがあって、自分たち学生の中で作品を作ってパフォーマンスするっていう機会も与えられます。その学校内でもバックステージ、裏方を学ぶ授業があったりとか、ボランティアでその裏方をやる機会もあって、例えばそのショーケースの時に照明とかあと音響とかは全部学生がやってます。時々スペシャルななんかクリエーションな機会があって、クリスマスの時期になるとクリスマスパフォーマンスが確かあったりとかしました。私は4年生にいたので、少し4年生のことについて話したいと思います。すごく良かったなって思うのは、やっぱり毎日バレエとコンテンポラリーのクラスがあるので、トレーニングが毎日できるのはもちろんのことなんですけど、バレエとコンテンポラリーが午前中だったとして、午後は結構リハーサルとかあとワークショップの時間に費やすことが多かったです。ラッキーなことに、2回、ボディプロジェクトの作品に参加することができました。なのでこれはすごく大きな経験だったんですけど、ボディプロジェクトのリハーサルがある時は確か少し授業を休まなきゃいけなかったのかな。午後の授業を休んで、そのボディプロジェクトのリハーサルに行かなきゃいけないんですけど、だからたまにもしボディプロジェクトに参加しちゃうと、ゲストの先生方のワークショップに参加できないっていう場合もあったんですけど、それはしょうがないというかですね、どっちも取れないし、ボディプロジェクトはすごくいい経験だったので、はい。で4年生の最後には、日本でいう論文とかあるじゃないですか、書いて大学を修了するっていう形なんですけど、シードではソロプロジェクトって言って、自分が興味のある振付家の作品のソロを踊るっていうのが課題となっています。10分以内の多分ソロの作品を、学んで、最後に学校で発表するっていう形なんですけど、私は日本の大学にいた時の教授がドイツに移動されたので、その先生にお願いして作品を踊らせていただきました。なんか1ヶ月ぐらい時間が学校側からもらって、この時期にソロプロジェクトのリハーサルをしたいからどこどこへ行きますっていう風に、時間を自分たちで決めて、最終的に学校で発表するという形になります。自分でやっぱり何をやりたいかっていうのをちゃんと決めて、その振付家にもどうやってアプローチ、ソロプロジェクトがあってやりたいんですけど踊らせてくれませんかっていう、そういうプロセスも踏まえて自分たちでやらなきゃいけないので、それはすごく勉強になりました。でもしも編入したら大学学士を取りたければ、例えば私は4年生に編入したので、1、2、3年生の
授業時間が足りない。なのでその授業時間を証明できる何かがあれば学習は取れるんですけど、もしなければ、私の場合は面倒くさかったというか、どうやってやっていいのかっていうのが分からなかったのでバカなんですけど、シードを、の学校にいましたっていう証明書しかもらえなかったんですけど、今だったら日本の大学で学んだ単位をこっちにも持ってきて証明して、ヨーロッパでのダンスのパフォーマンスの学士が取れたっていう、はい、バカなストーリーがあるんですけどね。英語がわからないと結構辛い部分があるんですけど、それは言い訳なんですけれども、1年間すごくいい時間でした。で、初めてのヨーロッパの先生ポールが気に入ってくださって、その縁で次のステップにつながるっていうこともありました。なので、何が日本にいるだけだとやっぱりいろんな情報がないので、やっぱその現地のヨーロッパに行っていろんな先生の授業を受けて、そこから人脈作って次のステップに進むっていうことはすごく大切だし、いいことなんじゃないかなって思います。たまに急に海外に出てきてオーディションするけど何が何だかわからないっていうこともあるので、もちろんお金もかかるので、お金と時間が許す限りなのであれば学校に 1,2 年間行って、その間を利用してオーディションに行くっていうのは悪くはないんじゃないかなとは思いますが、私はこの1年間シードにいていろんなこと学びましたし、次のステップでこのカンパニー君に合うからやってみなよっていう風に言っていただけたことは、自分の中でも自信がついたし、道が開いたような感じですごく嬉しかったです。